ハンドメイドきよちゃんです。今回もこちらのルフティで作品を紹介します。かぎ針は 3.0mm の5号針を使用しました。サイドオープンのベストを編みました。こちらが作品になります。この身ごろの模様編みが色とマッチしていてとても気に入っています。重みが出ないようにサイドオープンにしました。丈も安心の長さで腰の位置がここですのでお尻が半分隠れるくらいになっています。詳しいサイズはおおよそですが、丈が54センチ、幅が40センチ、肩の幅が12センチ、前身ごろの下がりが7センチになります。肩もこのように尖らず収まっていてうまく編めました。重さは約 220g です。サイドに余裕がありますので幅広く着ていただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。模様は前回ご紹介した編み方で編んでいきます。作り目を101目、鎖で編んで、身ごろをまっすぐ編んでいくんですけど、後ろ身ごろは、このように、3玉、これで1玉、2玉、3玉編んで、あと、5、6段編んだところになります。模様編みを、56段編んできました。2段で1模様になります。この扇の編み方を28模様編んできました。そうするとだいたい幅が38センチ。長さが49センチ、50センチぐらいですね。扇の山の部分、てっぺんのところを測って50センチぐらいになります。はい。そしたら最後、1段になります。57段目、模様編みの57段目。立ち上がりは同じように鎖3目で立ち上がって、編み地をひっくり返して、端の目はそのまま5目鎖を編みます。1、2、3、4、5目編んで、1、2、3目目にマーカーをしておきます。1、2、3、4、5、5目鎖を編んで、編んだらこの鎖を3回編んだこの鎖2目のところのこの穴に側に針を入れて、側に針を入れて細編みで留めます。で、次からは鎖を4目、3、4目編んで、同じようにこの谷の細編みのところに長編み、鎖4目で、細編み、鎖4目で長編み。これを端まで繰り返して、端の手前まで繰り返していきます。はい、このように
4目鎖編んで細編みで、留めて、また最後4目、編みたいんですけど、最後は5目で終わります。1、2、3、4、5目編んで、ここの隅の前段の細編みのところに長編みで編み入れて、これで終わります。糸端を30センチぐらい残してカットしておきます。前身ごろは50段模様編みを編んだら、模様編みの51段目からはこの3模様で折り返して3模様1、2、3模様分肩の部分を編みます。こちらもここから糸をつけてこの3模様分3段3模様分段数の方も3模様分編んで、最後に肩、後ろ身ごろと同じように、3目で立ち上がって4目、細編み4目鎖長編み4目鎖細編みを繰り返して終わっています。こちらも同じように編んでいます。ここ隅は5目鎖を5目でもいいと思うんですけど、ちょっと目数が少ないので4目にしました。そしてここの部分をまっすぐにしたいので、長編みの頭の目を取ってここで鎖を4目1、2、3、4でこの、山のところの鎖2目のところに細編み、同じように鎖4目で次は長編み、細編みの谷のところ、これを編んでいきます。4目編んできました。最後はこの糸をつけたここの立ち上がりの鎖3目の3目目、細編みを編み入れたところに細編みを編んだところでいいと思います。ここに鎖4目を編んだ後に糸を引き抜いて、ここで糸をカットします。はい。そしたらこれで前身ごろが完成しました。一度スチームを当てて形を整えたいと思います。今の時点で出来上がりがだいたいここの肩のところ12センチ、下がりが6センチから7センチぐらいかな。こちら16センチぐらい。はい。
あとこういう糸端の始末もしてください。今のところが、こちらが裏側になるので、裏側のところに、糸端の始末をしてください。ここ、糸をつけた、ところですので、こういう感じで。こういう感じで、糸を割るように縫い付けていきます。こういう感じで、一方向同じようにこの裏側に縫い付けていってください。で全部縫い付けちゃうと裏表がちょっと分かりづらくなるかもしれないので、一つだけはちょっと残しておいて、印になるように残しておいて、最後に糸端の始末をします。こちらの糸は一応アイロン禁止になっているので、ちょっと形を整えたいので、スチームを上からちょっと離した感じで、絶対編み地にこう直接触れるようなことはないようにしてください。上からスチームを当てて形を整えたいと思います。スチームを当てるサイズがこちらになります。こちら前身ごろになります。幅が40で、総丈が55センチになります。肩のところが12センチ、下がりが7センチ。ここの幅が16センチになります。後ろ身ごろの場合は幅が40で、この丈を55センチで四角形でスチームを当てます。スチームを当て終えたら、肩を閉じていきます。かがりはぎで閉じていきます。中側を表で合わせて閉じていきます。この残した糸端でかがっていきます。後ろ身ごろは立ち上がり鎖3目の隣の4目目、鎖の4目目、1、2、3、4目目を拾って、はい、1回このように通して閉じていきます。1目ずつこの目とこちらの目、はい、隣の目1目ずつこういう感じでちょっと面倒ですけど1目ずつかがっていきます。この細編みのところは細編みのところで
模様を合わせるように閉じていってください。はい、このように閉じ終えたら、表に返して、このサイドの部分を縁編みしていきます。表を見て編んでいきます。角のところに針を入れて糸を引き出して鎖を1目編んで、同じところに細編みを編みます。マーカーを入れて、隣のこの目のところにまた細編みで1目編みます。もう1目細編みを編んで、今度鎖のところ3目のところに細編みを3目編み入れます。2、3目。そしたらまたここ隣でもいいですけど、こっちでもいいですけど、細編みを1目編んで、またこの鎖のところ細編み3目編み入れます。これを繰り返していきます。このところに1目入れて、この鎖のところ、反対側だと長編みになってるのかもしれないんですけど、こっちの反対側のところに、細編みを3目編み入れて、このちょっとごちゃごちゃっとしたところに細編みを1目編み入れて、1模様に4目細編みを編み入れていきます。はい、編んできました。この長編み鎖3目のところに細編み3目編み入れて、あとこちらの、目が詰まってるところに細編み3目編み入れました。はい、そしたら立ち上がって、あと4段、全部で5段編むんですけど、あと4段は細編みと鎖を交互に編んでいきます。細編み、鎖、この1目飛ばして、細編み、鎖、細編みを1目飛ばして、細編み、鎖で編んでいきます。はい、編んできました。鎖編んで細編みで終わっています。次の段は、立ち上がって細編みを編んだら、次が鎖になってるので、この鎖のところに側に針を入れて細編みを編みます。細編みを2回続けて編む形になります。そしたら鎖を編んで、鎖のところに側に針を入れて細編み、鎖、鎖のところに細編みで、これで、全部で5段こういう感じで編んでいきます。はい、このように縁編みを5段編みました。ここの肩のところ3模様のところはちょっと目を、詰めて編みました。鎖のところ3目細編みを編み入れるところを、1目にして、全部で4目、模様1模様4目のところを2目にして編みました。ここの、3模様のところは2目、半分に目数を減らして編みました。ここの、かがったところ、端のところで、2目細編みを入れて編んで、また2目ずつ
3模様は半分に目を減らして編みました。あとは4目ずつ細編みを編んでいます。はい。そうすると自然とこの肩が落ちる感じになるので、そのように調節しました。反対側も同じように、1模様4目ずつ細編みを編み入れて編みました。肩のところは同様に減らしています。襟の周りも縁編みをします。この肩はぎをしたところのここに針を入れて鎖を1目編んで、同じところに細編みを編みます。マーカーを入れて長編みのところ鎖3目、ここのごちゃごちゃっとしたところ細編み1目、ここのところ細編み緩めで3目にします。で細編み1目、長編みのところ緩めの細編み3目。はい。そしたらここのまっすぐのところの鎖のところですけど、ここの、目のところに、2目細編みを編み入れました。そしてまた細編みを編みます。ここは4目編み入れます。2、3、4目編み入れて、ここのところ、でもいいかな。ここのところ側にこの穴のこの模様編みのここのところに入れます。また4目1、2、3、4目細編みで、長編みのところは目に細編み1、2、3、4目、この穴のところに、この穴のところに模様編みのこのてっぺんのところに入れて、また4目細編み2、3、4、はい、こういう感じで、ここの角のところも細編み2目編み入れて編んでください。こういう角のところは2目編み入れたいと思います。はい、ぐるっと一段編んできました。後ろの方はね、前と同じように細編みを4目編み入れています。ここの交差しているところに1目細編みを編んでるので、5目ずつ編んできました。最後もこの鎖のところに4目細編みを編んで、この長編みの目のところ、1目細編みを編んで、最初の目に糸を引き抜いて、
これで終わります。はい。そしたら裏側に糸端の始末をして、またスチームを、当てて形を整えます。そしたら残りの糸でサイドのベルトを編みます。はい。こんな感じで鎖10目で細編みを30段編んだものになります。これをまた、スチームで当ててまっすぐにしてから、好きなところに、ちょっとね、編み地がこう開いているとちょっと安定感がないので、こういう端のところにこうやってつけたいと思います。付け方は前にサイドオープンのベストを編んでるので、そちらを参考にして閉じてください。編み地をかがっていけばいいと思います。そしたら完成になります。